さあ今日はこれからスリランカのハイライトであるシーギリアロックへと向かいます。現在朝7時で、午前中に登って帰ってきたいと思います。さあシーギリアロックの入り口に着きました。ここからまずはですね博物館に行きましてチケットを購入します。さあこちらですねシーギリアミュージアムということでここでチケットを購入します。大人が30ドル、子供が15ドル、9810ルピーと4905ルピーですね。この猿たちがですね、例えば食べ物を持っていると結構バーッと飛びかかってきますので注意してください。さあシーギリアの入り口です。シーギリアのエントランスになります。さあまず登場するこちらがですねハスの回廊と言います。シーギリアロックの城壁に沿って作られた水路で、昔はここにですねワニが放たれていて敵の侵入を防いだそうです。うわーすごい、これぞシーギリアロックという感じですね。やっぱりかっこいいな。さあここはですね水の庭園と言いまして、アジア最古と言われる水の庭園です。王が500人ものお妃と沐浴を楽しんだ場所と言われています。非常に高度な水道技術が使われていまして、水量が多い時期であればですね噴水が稼働している様子も見ることができます。でこれは高所から水引かれてるんですけども、5世紀に作られた噴水が今も稼働しているということ自体が驚きですよね。さあそれではこれから、シーギリアロックの中に入っていきたいと思います。すごい入り組んだ階段ですね。さあシーギリアロックで1個注意しなきゃいけないのがですねこの蜂ですね。スズメバチがいます。なので来るときは黒い服を避けて帽子とか、忘れないようにして蜂対策をすることが大事になります。いやーすごいな。よくこんなところに作ったもんですね。まずこの岩の状況がすごいですね。よいしょ。さあ今から階段を上がっていきます。ああいう結構傾斜が急な階段なので安全なサンダルとかだと良くないので、アウトドアサンダルかちゃんとした靴がいいと思います。わあすごい、一気に素晴らしい景観になりました。はい、よいしょ。うわすごいなこれは。さあ見てくださいこの景色。何にもない中にポツンとでかい岩山があって、そこに都を作ったわけですね。すごいな。さあ今中段に登ってきました。うわー日差しが強いな。さあこれが
シーギリアロックの最後の部分ですね。この上に登ったら頂上になります。さあこちらがですねライオンテラスと言います。岩山の北側にある広場なんですけども、ここまで来たら頂上まであと少しです。門を挟むようにですね大きな獣の前足がありますね。で指が3本しかないんですけども、ライオンと言われております。もともとは足だけでなく体全部があったと考えられているんですね。で、この通りだとするとライオンの喉元に入っていくような形で階段が伸びておりまして、これがシーギリアの語源と言われています。どういうことかというと、まずライオンがシンハラ語でシンハと言います。そして、喉がギリアと言います。これが合わさってライオンの喉ということでシンハギリアとなりまして、いつの間にかシーギリアになりますね。でこの場所で最後の休憩をして頂上を目指すというのが一般的です。でとにかくですね蜂がいますので、気をつけてください。後ろに、蜂から逃げる避難小屋があります。夏にはスズメバチの動きが活発になりまして、岩の上に登れないことがあります。それでは登っていきたいと思います。よいしょ。いやーすごい絶景ですね。いやーすごい絶景階段、絶景階段ですね。すごい。いやすごいな。本当にゆっくりゆっくり登るでいいと思いますね。あとそんな思ってたほど大きくないですね。この間ワットプートックというタイの寺院に行ったんですけども、あちらの方がスケールとしてはかなり大きかったですね。蜂の巣。いやどうでかい蜂の巣がありますね。あれは怖いな。下にもありますね。いやー怖い。さあ、上に上がっていきます。上りと下りでちゃんと分かれてるんですね。この階段の横にね、明らかにこの昔使われてたっぽい階段がありますよね。恐ろしい話ですね。さあ、あとちょっと、すごいな。よくこんなところに建物を作りましたね。いいですよね。さあ、頂上です。よいしょ。それではぐるっと一周します。それでは先端のビューポイントに行ってみたいと思います。いやー、それにしても風は強いですね。よいしょ。すごいな。わあ、すごい。シーギリアロックはですね、もともとは象たちの修行の場として長く使われていました。そんな中、5世紀になって新原王朝で政変が起こります。
ダートセナ王という王様の息子のカーサパーというのがクーデターを起こしまして、無理やり王位を継承したんですね。カーサパにはですね、モッカラーナという弟がいたんですけども、カーサパのお母さんが平民出身なのに対して、モッカラーナのお母さんは貴族出身だったんですね。弟のモッカラーナの復讐を恐れたカーサパはですね、477年に都をアヌラーダ村からシーギリアに移して王として君臨しました。でシーギリアロック、ここシーギリアロックの上部に無理やり宮殿を築いてですね、484年に完成しました。ただ弟モッカラーナはですね、インドへ亡命していたんですけども、495年にスリランカに戻ってカーサパに戦いを仕掛けます。これに敗れたカーサパはですね、自害して、シーギリアは陥落してしまいます。長いスリランカの歴史においてですね、本当にたった12年間だけ都だった場所、それがシーギリアロックということです。まだまだですね、謎の多い遺跡でして、全容が解明されているわけではないんですね。さあ、そして王のプールにやってきました。すごいな。これはですね、てっきり雨水を溜めたものかと思いきや、そうではなくて、なんと200メートル下からですね、地上から水を汲み上げていることが分かっています。で、人力で汲み上げているところじゃなくて、もうポンプなんですね。ポンプで汲み上げていると。ただそこまでは分かってるんですけども、実際にどういうふうにそれが機能して、ここまで汲み上げていたのか、どういうポンプなのか、そこまではですね分かっていないそうなんですね。すごいですよね。ここができたのは5世紀末ですから、聖徳太子が生まれるよりもはるか前の世界なんですね。それで200メートル上にですね、水を汲み上げるっていうのはとてつもないですね。時にこのめちゃくちゃ暑いスリランカですから、さすがに王の優雅な庭園という感じですね。無数の子供がいます。何するんだろう。何やってんだい子供は。魚ですね。はい魚がいっぱいいるんですね。いやー、どっから見ても素晴らしいですね。さあ、それではですね、帰路につきつつシーギリアレディがこの後出てくるんですかね。やっぱり降りるのは怖いですね、これはね。でも雨とかが降ってなければ一応何ら問題はなく降りれる階段かなと思います。しかしね、この明らかに昔はこの段差を使って登ってましたという、この段差がすごいですね。よいしょ。はいはいはい、Thank you。よいしょ。この下りは気持ちいいですね。すごい景観だな、これは。ただね、まだシーギリアレディが登場してないので、それをね拝みたいと思います。シーギリアレディは撮影ができなかったと思うんですけども、そこは写真で補いたいと思います。これは危ない。これは怖い。これは怖い。本当に天気が良くてよかったな。素晴らしい。風もあって、一応下まで降りてこられました。よかったよかった。素晴らしいですね。タイのワットプートークと似ていますけども、こっちの方がしっかりした道ですから安心ですね。さあ、こちらがミラーウォール、と呼ばれる場所ですね。ミラーウォールというのは、ここがそのまま鏡の回廊ということです。昔はここに卵黄、そして蜂蜜、石灰を混ぜたものが、
塗られて磨かれて、鏡のようになっていました。そして同時にですね、こちらに、シーギリアレディが描かれていたんですね。なのでそれが鏡に映って美女に挟まれるような道だったということなんですね。螺旋階段、あれを登ってシーギリアレディに会いに行きます。いやー、ミラーボールはすごく高いんですね。もっとミラーボールは低いものかと思ってました。これが鏡のようになっていて、しかもシーギリアレディが映っていたとするならば、すごい見応えだったでしょうね。さあ、ここから螺旋階段を上がっていきます。これはですね、1938年にイギリスが作った螺旋階段でして、さすがに古代のものではないですね。そしてひさしに覆われた部分、この部分にシーギリアレディたちが描かれています。シーギリアロックの代名詞で1500年以上前に描かれたわけなんですけども、そうとは思えない鮮やかさです。シーギリアレディはもともと500体以上が描かれていたんですけども、雨風による風化でですね、ほとんどが消えてしまったんですね。でもこの部分はこのようにくぼんでいたことで奇跡的に風化を免れまして、全部で18体が今に残っています。で、特に珍しいのがですね、こちらの絵ですね。右の女性の、右胸に手が描かれているんですけれども、これは下に描いた絵が残っているものと言われていて、この当時の塗料がですね、一度描いたら消えないものであるということを示しているそうです。女性たちが誰であるかというのは未だに謎に包まれているんですけども、中には黒人と思われる女性も描かれております。で、3つの説がありまして、まず1つがプサラという天女ですね、天の妖精というか、そして2番は普通の高貴な女性で、上半身が裸の女性が高貴な女性で、服を着ているのは侍女になります。召使いですね。で、最後はその両方なんじゃないかと、妖精であるアプサラと、ちゃんとした人間が描かれているんじゃないかという説が、有力のようです。写真を撮ることなどは禁止されていますので注意してください。博物館の中にですね、レプリカが飾られています。